皆さん、はじめまして、コッパです。このチャンネルでは、懐かしのゲーム機を中心に、修理や改造、メンテナンスの過程を公開していきます。自分でも直してみたい、中身がどうなっているか気になる、そんな方に役立つ情報や試行錯誤の様子を、ゆるーくお届けします。この動画の内容には十分注意してますが、素人の作業ですので間違いがあるかもしれません。万が一のトラブルで爆発しても家が燃えても責任は取れませんので、ご自身の判断でお願いいたします。大切なゲーム機を壊してしまわないよう、無理のない範囲で慎重に作業を進めてください。それでは始めましょう。このファミコンはメルカリでポチりました。実家に長期間保管されていたもので動作未確認とのことです。もう40年以上も前に発売されたものなんですね。ボディのクリーム色が時代を感じさせます。当時はお金持ちの友達の家にしかなくて、よく入り浸って一緒に遊びました。今ではプレイしてる方も少ないですが、たまに遊びたくなるんですよね。動作確認の前に端子を掃除しましょう。古い機器は端子やスイッチなどが酸化して接触が悪くなっています。滑りが悪くサビなどがあるとプラグやカセットを傷めることになります。いきなりカセットをぶっ刺すのはいただけません。端子は接点復活剤を綿棒に少しつけてゴシゴシします。ベビー用の綿棒がちょうどいいです。次にカセットの差し込み口を掃除します。皆さんいろんな方法で掃除されてますが、私は薄い段ボールにキッチンペーパーを重ねて接点復活剤を染み込ませてゴシゴシしてます。接点の掃除だけでも画面や音声のノイズがかなり違ってくるので、最初にやっておくと無駄な作業が減って楽になります。差し込み口と垂直になるように段ボールを差し込んでいきます。水平方向、横へゴシゴシすると端子を傷めるのでご注意ください。子供の頃はゲームが起動しなくなると、ここやカセットの端子に息をフーフーして復活させていましたが、錆びるだけなのでやめた方がいいです。ここにゲームとテレビの切り替えスイッチがあります。ゲーム側にしないと映像が出ないのでご注意ください。忘れていてしこたま悩みましたがバッサリカットしました。あと1チャンネルと2チャンネルはテレビ側のチャンネルに合わせてください。ファミコンはアンテナ線を使って映像を送る RF 出力という古い方式を使っています。今のテレビはデジタル放送しか受信できないので、同じアンテナ入力端子はついていますが、ファミコンの映像は出せないものが多いです。この RF スイッチはテレビ側のラインを固定する金具がなくなっていましたが、アナログ放送はとっくに終わっているのでノープロブレムです。このテレビはアナログ放送の時代のものなので、今はテレビが見れません。普
通の人にはテレビが見れないテレビなのでポンコツですが、私のレトロゲーム機専用のお気に入りのモニターです。接続が終わったので動作確認します。映像はノイズもなくきれいに出力されていますが、白黒ですね。何でしょうこれは。思わず固まりました。とりあえず動かしてみます。普通にゲームは遊べます。アクションゲームは下手くそです。ネットで情報を探してきます。映像出力が白黒になる原因として考えられるのは、もし接続やテレビに問題がない場合、本体内部の部品故障が疑われます。特にファミコンでこの症状が出たときは、クリスタル、水晶振動子、カトリマコンデンサの故障が多いようです。部品交換するために本体を分解します。この頃のゲーム機は分解が簡単でいいですよね。プラス2のドライバー1本で全部開けることができます。ネジ6本外せばケースが開きます。このパチッのドキドキがやみつきになります。今のゲーム機はシリコングリスやファンがついているので、ケースを開けてのメンテナンスは必須のはずですが、開けにくい上に開けたらメーカー保証までなくなる縛りまでついています。どうすりゃいいんでしょう。カバーを外すときは気をつけてください。よくプラスチックを割ります。おっと、今回は無事でした。映像では分かりにくいですが、ホコリがすごいです。ホコリアレルギーなので厳しいです。そっとゴミ箱へ。ぽい。ネジ6本外せば基板が取り出せます。ネジも全て同じ規格なので、間違ったネジをつけることもありません。このシンプルさ、素敵です。ここラインを引きちぎらないように注意してください。スイッチのネジに本を外します。
基板が取り出せました。ここがクリスタルです。こっちがトリマコンデンサです。部品取りのファミコンを持っているのでクリスタルを抜き取ってきました。交換してみます。この部分いっつもこうなってますが、このネバネバ何がついてるのでしょうね。取れません。気にせず進めます。救援ファンの音がうるさいのでミュートにします。追いハンダをしてクリスタルの足を片方ずつ少しずつずらしながら引き抜く作戦でいきます。クリスタルが取れました。クリスタルの足についているハンダを掃除します。クリスタルが逃げます。逃げます。逃げます。捕まえました。スルーホールに詰まったハンダを取り除きます。ホールが小さくて片方が取れません。苦戦しています。取れません。嫌になりました。諦めてハンダを溶かしながらクリスタルの足をねじ込む作戦に変えました。
勝ちました。うまくいったでしょうか。確認してみましょう。お、ファミコンに色が戻りました。こういう時は何と言うんでしょう。グッドボタンチャンス。嬉しくて遊んでますね。やっぱりアクションゲームは下手くそです。今回は部品取りのファミコンがあったので良かったですが、なければ1台のファミコンを直すために1台のファミコンを壊さなくてはなりません。バカバカしいです。部品を探します。 21.47727MHz のクリスタル、なかなか見つからないのですが、マルツさんにありました。1個165円でした。リンクを貼っておきます。このクリスタルに変えて動くかどうか確認します。また部品取りのクリスタルに戻すので、このクリスタルは借り付けします。再利用しやすいように足を長く残します。今あなた貧乏臭いと思いましたね。はい、その通りです。起動確認します。問題なさそうです。あと気になるところは、トリマコンデンサの故障でもこの症状が起きるらしいので、テストのための正常値を見ておいた方がいいですね。トリマコンデンサを取り外して計測した方が正確ですが、テストする時も面倒なので、回路についたままの状態で容量を測ります。トリマコンデンサの両端で測ります。56ピコファラドですね。クリスタルの微調整をするものなので、全く同じ数値にはならないでしょうが、大体の目安にはなるんじゃないでしょうか。皆さんも押し入れに眠ってるファミコンを動かしてみたらモノクロになっていた。そんな時は遊びがてら修理に挑戦してみてはいかがでしょうか。さて、これで正常に動くファミコンが1台手に入りました。次回これを改造していきます。
これからもコッパさんの作業台ではこのような動画を作っていきます。もし気に入っていただけたならチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。またね。